うまく活かせる気できました。 G ドラゴンさんがリスペクトしている人です。劣等感を感じるって言われて、ファッションの完成って何やと思います？魔女ですね。私を見て衝撃を受けたらいいなと思います。安田宝です。20歳になりました。大阪府出身です。今はこのブラック&ホワイトに愛情を注いでいます。オーディション参加するのはいつも選択するのは全部賭博だし、うまくいくか不安ですけど、うまくいく気がしたので来ました。あと私がうまくいかせる気で来ました。応募した時は不安、どっちかなっていう気持ちでしたけど、今は目先のやること考えてやってたら絶対うまくいくって信じて不安はないです。変わりました。私は韓国で活動してたんですけど、そのデビューしてすぐの頃に音楽番組に出た時にカメラ赤い光のとこ見てって言われたんですけど、それどこにつくか予測もできないし、注意めっちゃ散漫しちゃって、自信があったダンスを動揺してあんまり魅力 100% 出すことできなかったっていうのを経験して、魅力出すにはもっと時間使って練習しないとダメなんだなと思いました。成功体験は2024年の去年の夏に横浜でコンサートをしたんですけど、その時にビッグバンのディライトさんとバックステージでちょっとだけですけど会って直接話すことができて、私が韓国に関心を持った理由がビッグバンさんだったので、忘れられない日になりました。あの日は私が小学校5年生の時にビッグバンさんのファンタスティックベイビーのミュージックビデオを見て、脳に衝撃です。本当にわあってなって、そこからその魅力に魔力みたいに引きずり込まれてずっと見るようになって、 G ドラゴンさんが私は一番リスペクトしている人です。私が元から知ってた方、お姉さん何人かいたんですけど、自分が実力、今までは正直そんなに実力で勝負ではなくて、魅力とかその自分の持ってる容姿とかで勝負っていう感じだったんですけど、実力、基礎がないとやっていけなそうだなっていうのを感じて、すごい楽しみやなと思いました。頼人さんのダンス中間チェックっていうのがあったんですけど、その時に頼人さんにダンス習うのかなとか、ダンスについて評価されると思ったんですけど、物理的なことじゃなくて心とか気持ちとか複雑なこの内側のこの層の部分からちゃんと解いていくようなレッスンをしてくださって、そこからメンバーと話し合ったりする時間も増えて、今までにない経験だったので、あの時間は心に焼き付いてます。私は前の5人組の審査の時から参加したんですけど、その私と一緒にやってた4人、さきちゃん、みやちゃん、りりほちゃん、八木ゆあちゃん、この4人としたんですけど、特にゆあちゃんとさきちゃんには刺激をもらって、私たちのチームのさきちゃんに宝には嫉妬とか劣等感を感じるって言われて、その日本当にいろいろ考えて、バックグラウンドが全員違う人が集まってるから、私はあんまり理解できなくて、そのゆうあちゃんとかさきちゃんのこととか、他人のこと全員理解できないんですけど、私はその話してからすごい刺激というか影響されて、自分中心じゃなくて他人のこともちゃんと考えて、その人の事情も理解はできひんけど理解するようにしようって頑張りました。やっぱり心の面で他人を気遣う気持ち、もうちょっと作られたかなって思います。この世界の今人気な基準って身長高くてスラッとしてるっていうのが人気じゃないですか。でも私は身長がめっちゃ高いわけじゃないし、モデル体型なわけじゃないから、でもそれはすごい私に合ってていいと思うんですけど、この安田宝という人の人間の魅力を出せるような服を着たいと思ってるんですけど、例えばその色着るとか、その形着るみたいなのを着たいです。なんか誰も着なさそうな
買わなさそうな服着たり、絵に描かれた時になんか一人のキャラクターに見えそうやなみたいな想像してコーデを組んでます。あとファッションの完成って何やと思いますか？ファッションの完成は顔っていう言葉を私聞いたことがあって、そっから顔も大事かと思って、でもめっちゃ整ってて綺麗とかかっこいいとかじゃなくて、その人の雰囲気とかその人が言う言葉とかに合う雰囲気のスタイルの顔になれるように頑張ってます。魔女ですね。最近友達と話したんですけど、自分は来るもの拒まず去るもの追わずやなみたいな話してる友達がいたんですけど、ね、私はめっちゃ反対やなと思って、去るものを追うのって魔女っぽくないですか？ということで魔女にしました。私を見て衝撃を受けたらいいなと思います。でそれぐらい頑張ってもっと磨いて、自分のその個人のスキルもっともっと磨ける部分あるので磨きたいのと、演技したいです。演技したいですね。なんか今まで踊ることと歌うこととばっかりレッスンしてきたんですけど、演技のレッスンも受けてみたいし、韓国語でレッスン受けたことあったんですけど、母国語でやってみたい気持ちあります。見てくださってますか皆さん。私はこれからもっともっと頑張るので、もしよかったら、気が向いたら応援してください。お願いします。頑張ります。안녕하세요 여러분들, 오랜만인데요. 제가 이렇게 돌아왔습니다. 네, 여러분들이 만약에 저한테 마음이 아직 있다면 응원해주셔도 괜찮고, 응원 안 해주셔도 괜찮고, 저는 열심히 할 테니까, 저 계속 여기 있을 테니까, 만약에 아직도 나한테 마음이 있다면 응원해주세요. 감사합니다. 열심히 하겠습니다.